はい、どうも、精神科医トミーです。今日はね、嫌な人にね、会った時の考え方。で、一番いい考え方っていうのはね、こういう人だったんだな、しょうがないっていうね、この諦めの姿勢が一番大事なの。で、諦めの姿勢って言うとね、なんか妥協してるとか逃げてる消極的なイメージを受けるじゃないですか。でも僕的にはね、こういう人なんだって思って諦めることっていうのは、非常にね、ポジティブでね、そして最善の打開策だと思うんですよね。なんでかっていうと、人間ってやっぱあるようにしかならないんですよね。で、そこに、本当はこうあるべきだとか、なんでこうじゃないのかっていう期待があるから、裏切りとかね、理想的じゃなかったとかね、不満とか許せないとか、そういう気持ちが湧いてくるんで、どっちかっていうとね、その人自体は、多分、もともとそういう人で何も変わってないんだけど、自分の解釈の中に、どうしてもね、期待値、こうあってほしいっていう期待が高いとね、相手に対する許せなさっていうのが、出てくるわけですよ。でね、それがやっぱり、そう、人としてどうなのみたいなね、そういう発言とかも、そういう気持ちとかも出てきちゃうこともあるし、程度次第ではあるんだけど、よくある、わかりやすいのは親ですよね。親子関係とか、本当はこういう親であってほしかったのにって、やっぱ期待がでかいから、どうしてもね、ずっと許せなかったりとか、ずっとその親の元で育つからっていうのはあるんだけど、でももともとこういう人なんだよな、しょうがないよなって思うとね、やっぱ人間ですよね、親だろ。こういう人なんだって思ってしまえばね、しょうがないね、こういう人だからねって。そうすると自分の気持ちもね、楽になるんですよね。親は変わらないですからね。で、これ友人でも他人でも、何でもそうですよ。本当はこうあってほしいのにみたいに強すぎるとやっぱ許せない気持ちが多いんで、やっぱり嫌な人間に出会ってるって、この嫌な人間っていうのはその人が嫌であるというんじゃなくて、その人はそのままあるがままであって、嫌という思ってるのは自分の気持ちなんですよね。だから自分の気持ちをコントロールすることができるわけですよ。でそれは何かから起きてるかって言ったら、こうあってほしいっていう期待なんですよね。ただこの期待っていうのは相手に伝わらないし、伝えたところで相手は相手のままなんですよね。あるがままでしかない。他人っていうのはもうあるがままでしかない。それが結果でそういう人なんですよね。考え方としてもいろんなものをね、上手に諦めていくってことは逆に諦めなくていいものっていうのが自分の中の課題、自分のやるべきこととか、自分がどう生きるかとか、そういうところに目が行きますから、それはね、ある意味すごくポジティブな話なんですよね。というわけでね、こういう人なんだと思って諦めるっていうのが嫌な人に対する一番いいやり方、考え方じゃないかなと思います。参考になったかしら。精神科医トミーでした。チャオ。